こんにちは、北谷です。軽トラキャンピングカー DIY 第14弾。今回から屋根の施工に取り掛かります。まずは 30mm×40mm 材の端を45度にカットして天窓の枠を作ります。切り出した枠に窓をはめる溝を掘っていきます。トリマーの刃はストレートビット 3mm を使用しました。角材のちょうどいい位置に溝が掘れるようにガイドを調整します。1回で深い溝を掘ろうとするとビットが傷んでしまうので2回に分けて掘りました。1回目で 4mm の溝を掘って2回目でさらに 4mm 合計 8mm の溝を掘りました。きれいに溝が掘れました。この溝に窓がはまります。次に窓枠を塗装していきます。塗装にはコメントでアドバイスをいただいた柿渋を選びました。存在すら知らなかったのですが、色味が気に入ったので使ってみることにしました。匂いを懸念していましたが、無臭柿渋だけあってほとんど匂いませんでした。水のようにサラサラしているのでしっかり伸びて塗りやすかったです。枠を乾燥させている間に窓を切り出していきます。窓には厚さ 3mm のアクリルを選びました。アクリルをカットするには専用のアクリルカッターを使います。15回くらい削って力をかけるときれいに割れました。初めてアクリルをカットしましたが、思ったよりもきれいに切ることができました。窓枠の塗装も乾いたので、アクリルと窓枠を組み立てていきます。アクリルの伸び縮みを考慮して溝 8mm に対して 5mm かかるサイズになっています。幅はアクリルと溝どちらも 3mm ですが、適度な看合具合になりました。コーナークランプで固定してビス締めすれば天窓の完成です。屋根はガルバリウム合板を3枚つなげます。前後左右の折り代を考慮して金切りバサミでカットしていきます。最後に天窓の部分を中抜きします。切り口が鋭利になるのでしっかり手袋をして作業した方がいいです。
柿渋の色が気に入ったので、ドアと窓の枠も塗装していきます。経年で色が変化していくらしいので、それも楽しみです。コーキングでしっかり防水しながら天窓を固定します。その上から屋根のガルバリウム鋼板をかぶせていきます。走行時の水の流れを考えて、前側の板が上に来るように後ろから配置しました。ガルバリウム鋼板の固定はパッキン付きビスを使用しました。柱の位置を外さないようにしっかり測定しながらビスを打っていきます。天窓の立ち上がりと外壁への垂れ下がりもしっかり固定しました。これでひとまず屋根の外形が完成です。予想以上に壁と枠、そして屋根の色がマッチしていて好みに仕上がりました。次回は天窓やつなぎ目部分の防水に取り掛かりたいと思います。それではまた。